動かしてみましょうか。どうも、なんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日の動画なんですが、こちら前回の動画で作りましたパイプエンダーの続きをやっていきたいと思います。とりあえず手持ちの材料で部品を作ったんですが、材料がないので発注しておりました。でその発注した材料がこちら、用意できましたということで製作進めていきたいと思います。
はい、というわけで終わりました。頭の中であれこれこうやって作ればいいっていうのは簡単。いざ作ってみるのは超ハードでした。ありとあらゆる持てる限りの設備を利用して制作しました。CNC、卓上旋盤、3本ロール、溶接機等々。いやー疲れた。疲れましたがなんとかできましたということで、これで終わりではありません。今からテストの曲げをやっていきたいと思います。いやー、ようやくテストにこぎつけた。長い旅路やで、ほんまに。こりゃあれよね。まあ買えるもんなら買った方が早いよね、本当に。まあ買えないからね、業者に依頼するっていうのも一つの手なんですけどね。業者さんにも一応ね問い合わせしたんですけどね、3社ほど。1社はできないって返事くれたんですけど、2社は返事もなかったですね。まあそういうもんですよね。まあ1本曲げてくれ2本曲げてくれって言われてもめんどくさいのはね、非常によくわかるんですよね。私も加工屋でしたから、はい、よくわかる。まあおそらくそうであろうと予想はしていったが、そうなったと。自分で作るしかないということですよ。これがいいか。よいしょ。セッティングできました。こんな感じでちょっと底を浮かしました。あんまりいい固定ではないけれども、まあ仕方がないということで。で、曲げる前にちょっと説明したいんですが、付属の型はですね、0度から180度までしか型がないんで、実質パイプは180度曲げれません。で、今回、まあせっかくなんで、プラス10度ほど追加しましたので、180度曲げれるかもしれません。で、こちら、ローラーですね。ローラー、このパイプの幅のために、ワイドなブラケットとローラーを用意してます。大変でした、このブラケット削るの。そして、パイプにはご覧の通り R がついてるんですが、こちら、肩の角には R ついてません。まあ、溶接のビートはあるんですけど、まあ、パイプには触れないぐらいの高さになってます。では、曲げていきたいと思います。しゃあ行くぞ。まあ予想としては R が潰れるというよりかは内側のこの平たい部分がへっこむっていう予想ですね、僕は。皆さんはいかがでしょうか。いきます。めちゃくちゃ硬いよこれ。変形とかへこみとか以前に曲がるかっていう話か。動く。力入れられへん。台が動いて力が入れられへん。どうしたらいいここを押さえる。やば、硬い。このサイズでこの感じ。
マジか。嘘、こんな硬いんや。肩はね耐えてる、壊れてないね、こんだけ力入れてもね。途中経過見ましょうか。画面じゃ分からにくいかもしれませんが、ちょっとねこうへこんでますね。内側にへこんでる。今こんだけ曲がりました。やば、これはこのサイズでこのハードやな。めっちゃ体重も乗せとんねんけどな。どうしたらいいこれテーブル動くんきついわ。あとちょい、あとちょいやぞ。なんとかなるやろ。はい、どうしてもねテーブルが動いてしまうんで、体重をかけれる方向にセットしてみました。こんな感じ。随分前に作ったイケールでねセットしました。もう体力限界やで。これはこれでちょっと危険な匂いも少なからずするので、気をつけながらやりたいなと思います。180度曲げる必要ないんですけどね。もう十分曲がったんでいいっちゃいいんですけどね。外してもいいやんっていう話ですけども、用意したから全部いくけども、まさかテーブルが浮くとかはないと思うねんけど、浮くわ、めっちゃ浮くわ。余計あかんくなったかもしれない余計あかんくなったかも。イケールをもうちょっと向こう端っこなんちょっとテーブルの中心に移動しました。はい、やってみる。それでも置くか。端っこまでいかな無理か。パイプも押せやいけるんか。よいしょ。ちょっとほんまにきついぞ。当たるんでもうちょい。もうここまで来たよ。よし、行くぞ。このパイプも若干押してやるとよかったね今。よし、肩の分曲げ切りましたよ。疲れたで、ほんまに疲れた。でも180度にはいってないか。いかんでもええねんけど。はい、一旦こんな感じで曲げ切りましたね。はい、ここの面へこんでますね。ぐーっと。
こういうへこみ方やったらまあいいかなとは思うんですが、内側はどうなってるでしょうか。まさかやで、この細い方の楕円パイプでこんなに硬いと思わへんかった。外せるんかなこれ。あれれ。じゃあ、うわ、こんな感じです。こういうところに溶接ビードが当たってへこんだところとかがありますね。溶接ビードが当たってへこんでるですね、R のところは。で、基本的に内側も平面の部分はへこんでて、外側も平面の部分がへこんでると。こんな感じですね。ロックしてたところも傷がいってる。はい、というわけで曲がりました。一応クオリティが求めていたものかどうかって言われたら、求めていたものよりもだいぶ下回ったという感じではあるんですが、曲がるは曲がったという感じですが、まあこのサイズであれだけパワーが必要やと。そして本番で曲げたいやつはこいつ。今日曲げたのはこいつ。全然違うんですけど、もうこの細い方ですらあのレベルですよ。非常にハードな。なのでこの方式のベンダーでこいつは絶対無理。絶対無理。くっそ長いパイプとかを用意したらまあなんとかなるかもしれん。あとテーブルをめちゃくちゃがっちり固定したらなんとかなるかもしれんけど、この細い方でこんな感じやと。で R の潰れはほんまにあれですね、ビードに当たったところがへっこんじゃったって感じなんで、まあ R に沿った型じゃなくてもいいんかもしれない。ただこの外側と内側がへこんだ方向に逃げたことによって R がへこんでないだけなんで、この平面部分のへこみをへこまないように曲げると R の方に出るかもしれないですけど、まあ、優先順位は R の方ではないということですね、多分。はい。しかし大変やったな。大変だ。いやー、パイプ曲げ大変やな、ほんまに。まあ今回曲げた方はこちら。これ作るのも大変やったよ。これ作るのも大変やったのに、あんたほんまに。まあ私経験して学ぶタイプですのでね、先人の知恵から学ぶ量が非常に少ない、ちょっと愚か者の方なので、まあ、いい経験になったかなと思います、これね。で、皆さん覚えてますか？僕これを曲げたいのはスイングアームを作りたいからなんですよ。そうなんですよ。で、そのスイングアームを作るにあたってこいつを曲げるのは一旦諦めます。別の方法で曲がった状態のパイプを用意しようと思います。それはまた後ほどの動画でやっていきたいと思います。金属加工といえば削り出しが花形やと思われるかもしれませんが、私にとってはですね、パイプ曲げもまあロマンのうちの一つとなっておりましてですね、賞味惨敗という結果になりましたが、パイプ曲げ自体はまだチャレンジしていきたいなと思っております。でですね、3D プリンターで試作品をちょっと用意いたしましたので、ちょっと披露させていただきたいなと思います。それがこちらでございます。まあこちらのパイプベンダーに付属していた金型がこちらでございます。で、試作品でございます。3D プリンターなので、プラスチックなのでパイプは曲げることはできませんが、視聴者の皆様にですね、私の言いたいことが一体どんなことなのか説明するために用意いたしました。こちらのパイプ曲げを使った時っていうのは、このロールの方が動いてましたよね。この片の周りを。型は固定で、ロール、こいつのローラーがコロコロコロっと回っていくという形でした。そういう方式だったんですが、こちらは
金型側が動く。でここについておりますのが、ロールだったりの代わり、ロールがそのまま乗っかっているものもあると思います。今回はこういう形で、これは固定で、こいつが動くと。動かしてみましょうか。こういう感じで動きます。ここにパイプが固定されてます。これ外します。こいつではですね、こいつでパイプを固定しておりました。同じ機構、似たような機構のものがここにあると妄想してください。ここに固定されてます、パイプが。最初からここにパイプが固定されてると。でこういう風に引っ張られていきます。固定されたパイプが。するとここでこうロックされてますので、パイプがグイ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 とグイ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 と曲がっていくというシステムです。ベンダー屋さんとかが使っているようなタイプの機構です。ローラーは固定。こいつはローラーを動かしてました。これによって何がいいかと言いますとですね、例えばの話、パイプを曲げていくにあたってですね、素人なんで名前がよくわかんないんですけど、パイプの中に、パイプが潰れるのを防ぐための、これ型として、型を突っ込めるんですね。なぜかっていうと、こいつが回っていくので、曲がるポイントは変わらないんですよ。パイプの曲がるポイントは常にここなんで、これ差し解けるんですね、型を。こっちのタイプだと、曲げるポイントが常に移動しちゃうんで、こういう型を入れれないんですけど、こういうやつだと中に芯金的なものを入れれると、内径側に潰れるのを防ぐことができる。こう回していく間にギューッと、こいつは引っ張られて抜けていくけど、芯金はここに固定されて同じポイントにいるというような方式で、パイプを曲げる業者さんは普通はこういった仕組みで曲げてることが多いと。他にもあるんですけどね、3本ロール、動画で使いました3本ロールのようなものでパイプを曲げたりするところもあるんですが、結構代表的な仕組みのようです。調べたところで模型を作ってきたと。芯金を入れれるということに加えて、こちら見ていただきますと、2段歯車で減速してます。このタイプの方式の内部の機構は知らないんですけど、こうしたらいけるんじゃないのかなという妄想でですね、作ってきました。大きい歯車から小さい歯車に減速されてます。その小さい歯車の回転がまた大きい歯車に移りまして、さらに小さな歯車に減速されて、1の力を10にも20にもできるという仕組み、減速ですね、を採用することができると。この方式なら、これでベンダーマシン作れるんちゃうかという妄想をしております。これは模型なんで負けれないですけど、こういった方式で作ったらいいんちゃうかなっていうふうに今考えてて、減速比はこれでいいのかとか、ハンドルここ邪魔やなと、もうちょっとこっちの方がいいんちゃうかとか、減速比もっとね、大きく小さくどっちにしようかみたいなとかね、この R でいいのかとか、もうちょっと大きい R のものをセットできるようにスペースも考えなあかんとかしたりする必要があるんですが、パイプ曲げはパイプ曲げの企画としてですね、ちょっと継続してやっていきたいと。で、スイングアームの方はもう別の方法でやらさせていただこうかなと思います。時間が無駄にかかるんでね、早く株完成させたいんでね、株は株で別の方法で、パイプ曲げはパイプ曲げでちょっと別の方法でやっていきたいなと思っております。私はなんとか重工の方で 3D プリンターの解説をしようとは思ってないんですが、3D プリンター等々の方にも興味がある方は、なんとか技研の方をチャンネル登録していただきまして、ぜひ見ていただければなと思います。すごいでしょ。3D プリンターがあればこんなものもできると。これ思いついて24時間ぐらい、24時間じゃ期間か、30時間とかでここに至りました。すごくないですか？ 3D プリンターは世の中をね、ちょっと変えるんじゃないのかな。これからの子どもたちの発想の手助けになるであろうと思われる、非常に有意義なコンテンツかなと思っております。あと、細かいこういったものの進捗とかは、私の Twitter アカウントの方でつぶやいております。なんとか技研のチャンネル URL も、私の Twitter アカウントも、概要欄の方に貼っておりますので、もしよろしければ、ご登録いただければと思います。はい、というわけで、今後の展望なんかも語りつつ、今回の動画、こういった結果になりましたと。いやー、この小さい方の楕円パイプでこんなにパワーが必要だとは思わなかったです。
16パイの丸パイプ、これ16パイプの丸パイプを曲げた時もまあ硬いなと思ったんですが、火じゃないぐらい硬かったです。その断面はねそんな大したことないですけどね、こっちは幅ありますけど、やってみるとわからんなという感じですね。こんぐらいパワーがいるんやというのを実感したところで、今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。